瀬戸内千恵さん、感謝します。長船からの情報がなければ我々は次の行き先も決まらないまま無意にいつまでも伊豆で足踏みを続けるしかありませんでした。堅苦しいわね、ミリアさん。仲間でしょ。せめて私たちの中だけでも情報の共有はしないとね。とはいえちょっと不安よね。長船の情報部が持ってきた情報だから大外れっていうのは考えにくいのだけれど。でもちーね、ここって普通に駅前は発達してるし、すぐ向こうには高層マンションがいっぱいあるし、赤羽島をまいてるのが誰かなんてさ、そんな重要な手がかりを知ってる人が本当にこんなところにいるのかな。あ、帰りに駅中でケーキ買っていい？みほのちゃん、観光じゃないのよ。でもそうよね。こうあまりにも静かだと情報を持ってきた身としても少しばかり不安になるわね。いえ、不安に思う必要はないかと思います。東京都北区赤羽、ここは戦後日本が占領下にあった頃、米軍の陸軍兵器補給廠の存在した場所です。米軍が国外に持ち出そうとして横浜沖に没するまで赤羽島はこの地に保管されていました。故に文字通り赤羽島は赤羽島とそう呼ばれています。つまりここは赤羽島の故郷なのですから、むしろ何の関係もないと考える方が不自然でしょう。そうね。そう考えると私たちが今いる遊歩道もなんだか敵の居場所に誘われてる一本道みたいな、そんな気さえするわね。それもあながち間違いではないかと。ここには当時九段の陸軍兵器補給廠へと向かう弾薬運搬用の鉄路が走っていたそうですから。あ、そうか。だから遊歩道の線路っぽい形にタイルが埋まってるんだ。本当ですね。全然気がつきませんでした。だからって別にこの先に行けば荒玉をぶっ倒せるってわけでもねえんだろ。そりゃあまあ情報を知ってるっていう人に会いに行くだけだしね。なんで荒玉こんなところにまで。なんだよ、ちゃんといるじゃねえか。小吹さん待って。ここに来てまた荒玉が。どういうことでしょうか。でもこの数はまさか。調査隊聞け。これから会いに行く人物が赤羽島を所持しているとすれば、それを狙った荒玉に襲われている可能性がある。そうでなくても立ち止まっていては我々も危険だ。先を急ぎ一刻も早く九段の人物に接触保護する。敵の数が想定よりはるかに多いようですね。しかも進むにつれて密度と圧が上がってきています。そうね。確かに想定していたよりも多いみたい。これはどうも話が違うわね。誘われているような気もしますが、どちらにしろ時間的な猶予はあまりないでしょう。一刻も早くここを突破しましょう。感覚を研ぎ澄ませ来たら見る。朝倉美穂の息づかい、盗み清香の限界、瀬戸内知恵の迷い、七の里小吹の突発的な挙動まで、陣形を決める要は荒玉とミルへ突出する七の里小吹。彼女の挙動に合わせ柔軟に他の3人を配置し、彼女を頂点とするくさびをなすのがこの調査隊の運用の形。瀬戸内知恵、都知としての安定感もさることながら、
精神面での支柱として欠かすことができない。正直下を支える彼女なしではこの舞台は破綻します。伊豆で目にした通り、娘清香の実力は折り紙付きです。お刀のリーチと彼女の性質ゆえ前衛こそ望めませんが、自身を守るだけなら手放しでいいでしょう。最も読めないのはやはり朝倉美穂ですか。彼女は立ち回りも技術も全てが不安定で、実力すら瞬間ごとに変わってしまい測ることができない。それこそ達人の域を超える立ち回りをする瞬間がある反面、気持ちだけが空回りするかのように凡逆の腕前にしか見えないことすら朝倉美穂の彼女の昔から知る瀬戸内知恵は、あれを集中力の問題だと思っているようですが、私にはとてもそれだけとは思えない。彼女に何があるのか、せめて原因さえ分かれば対処の方法もあるのですが、しかし今回の調査隊という枠組みはどうにも不可解です。あまりにも癖の強すぎるメンバーもそうですし、彼女たちの背後に見え隠れする各校の学長の思惑しかり、総楽柚月学長もなぜどのような根拠を持って手がかりのない南無薬師影光の捜索を最優先事項として私に命じているのか。総楽学長には何らかの考えがあるはずです。私はただ与えられた使命をこなすことが任務、それが今の私の役目なのですから。私は嘘つきだ。私はこの遊歩道が導く先に何があるかを知っている。知っていて目的のためにみんなを危険の待つだろう場所へと向かわせようとしている。長船女学園のその裏に存在する組織モクサ、五島衆、つまり折り紙ゆかりに反旗を翻すべく結成され組織されたレジスタンス。私はその一員として組織のためにこの調査隊を利用しているのだから。だからそのために今みんなに嘘をついて、いや違う、そうじゃない。私は初めから嘘つきだった。そう、初めから。御前試合本戦の前日、美濃関へ行ったのも本当は美穂ちゃんに会うためではなくて、長船の真庭さな学長からの密書を美濃関の橋間山学長に届ける役目があったからで、それなのについ懐かしくて、懐かしいというだけで美穂ちゃんに会いに行ってしまい、そのせいで調査隊に美穂ちゃんを巻き込むことになってしまった。みんなは知らない。私だけでなく青戸館の幼児さんとひなさんがモクサであることも、エレンさんとカオルさんがモクサの一員であることも美穂ちゃんは知らない。私が真庭さな学長の密使として長船と美濃関を行き来していたことも、美濃関の橋間山学長とは顔見知りであったことも、それどころか初めから調査隊の一員となるため私が鎌倉に送り込まれていたということも、こうして秘密が嘘になり、嘘が次の嘘を生んで、その嘘が次の嘘を呼んで、今私の体は嘘にまみれている。それでも一つだけ本当がある。
私のせいでもう誰かを傷つけたくないというそんな願い。最初の本当にだけは嘘をつきたくないという思い。私は美穂のちゃんを巻き込んでしまった。ならば私が美穂のちゃんを守らなくてはならない。だって私は美穂のちゃんのお姉さんなのだから。だから絶対に。ちいね、どうしたの急に。大丈夫？なんでもないの。美穂のちゃんはお姉さんを信じていればいいんです。なにそれ、変なちいね。そんなの信じてるに決まってるじゃん。私だけじゃないよ。清香も、ミルヤさんも、きっと小吹さんだって、ちいねのことお姉ちゃんだって思ってる。みんな、ちいねのこと信じてるよ。みんな？はい、みんなです。瀬戸内さんはみんなのお姉さんですから。そうね。ありがとう、二人とも。さあ、先を急ぎましょう。来てる、生きてる、湧いてくる。出てくる荒玉もどんどん強くなってきやがる。やばい、どんどん面白くなってきやがった。くらえ、倒れろ、ぶっ潰れろ、避けろ。いいんだ荒玉ちゃんたち、片っ端からぶっ刺してやる。超愛してるぜ。こいつらといれば全然大吉しねえ。連府の研究棟で白衣の連中に言われるまま戦ってるよりも全然面白おかしくて楽しすぎていきそうだ。好き放題ぶっ刺して好き放題ぶっ倒せるなんてな。うちの学長には感謝するしかないっての。待って、小吹さん。ちいね、ミルヤさん、小吹さんがまた一人で。把握している。瀬戸内千恵さん、フォローに。了解。私たちはなんで戦ってるんでしょうか。今日は人に会うためだって聞いていたのに。そもそもこの場所って一体何なんですか？やっとたどり着いたのに、ここ廃墟じゃないですか。昔米軍の陸軍兵器補給廠だった場所。我々はそこを目指していたはずですが、どういうことでしょうか。この閉鎖された建物は一体。連府女学院第五生理研究所って書いてある。連府の研究施設が東京に？七の里小吹、心当たりはありませんか？知らねえっての。うちはあちこちこんな施設だらけなんだ。どれがどれかなんてわかるわけねえだろうが。こんな場所できるのも消えるのもうちの学長の号令一つなんだぜ。研究員はどいつもこいつも無理やりでも結果を出してうちの学長に気に入られようって必死なんだって。分かってんだろ、うちの学長がどんな人間なのかってことくらい。どんなって、そんな。そりゃあいきなり採用試験だって言い出したりとか。ああ、そういえばそんな人だったね。つまりここもそんな高津学長の気まぐれで廃棄になってしまった研究施設の一つということですね。なるほど。ですが、なぜそこに近づくにつれて荒玉がこんなにも多くなっていくのでしょうか。しかも
リがない。っていつの間にか囲まれてる。いいじゃねえか。好きなだけ荒玉ちゃんをぶっ潰せるんだぜ。なあ。皆さんまだ戦うんですか？もう怖いのは嫌なのに。皆さん待って。清香、大丈夫？これからみんなであの建物に入るってさ。これ以上外で余分な戦闘になる前にだって。ごめんなさい。怖くて足が。バカじゃねえの？もしかしたら建物の中にはもっとうじゃうじゃ荒玉がいるかもしれねえんだぜ。ああ、もうくっそ楽しみだっての。そんなのそれが嫌なのに。もう戦いたくなんてないのに。怖いのも痛いのももう嫌なのに。どうしてみんな平気なんですか？うん。怖いよね、正直。平気なんかじゃないよ。痛いのは嫌だし、怪我するのも死ぬのも怖い。清香の言う通りだと思う。でも皆さんはそれでいいと思うよ。怖くても嫌でもさ。でも今は一緒に行こうよ。仲間なんだから。そうです、娘清香。私たちは伊豆であなたに救われました。あなたが時間を稼いでくれたから、私は宗楽学長に連絡を取ることができたのです。私はあなたをチームの一員だと今はそう思っています。ミリアさんの言う通りね。それに一緒にいなければ私たち清香ちゃんを守ってあげることもできないわ。ほらね、清香、みんなそう言ってるじゃん。ありがとう、朝倉さん。怖いけど逃げ出したいけど私も行きます。お父様、私は上手にやれたでしょうか？あの子の生きる世界を守ることができたでしょうか？ああ、お前は間違いなくやり遂げたよ。世界を変える一躍の英雄のような歴史に刻まれるありようではなかったかもしれないが、お前はあの子にもっとずっと大きな宝物を、命という輝きを残したのだから。ありがとう、お父様。人というのは本当に欲深い生き物なのだと思い知らされます。残すことができた、やり遂げた、そう言われるともっともっと幸せを、あの子のために、あの子だけでなくあの子を取り巻く世界のすべてに幸せであってほしいと、そう願ってしまうのです。あの子自身にそれを叶えてほしいと、叶えられるほどに強く生きてほしいと、そんな風に思ってしまうのです。いや、それでいいのだ。欲張ることの全てが悪いのではない。愛とはすなわち誰かの幸せを欲すること。それを否定することは誰にもできないのだよ。お父様。安心して眠りなさい。あの子ならばきっと強く生きるはずだ。なぜならばあの子は金谷子様の
朝倉さん？朝倉さん？どうしちゃったんですか？あれ？私、どれくらいぼーっとしてた？ 10 分？それとも30分？そんな、ほんの一瞬ですよ。5秒くらい？ 5 秒。ああ、そっか。ごめん。これから最終決戦なのにね。今のは、誰かの記憶？決戦だなんて、戦うって決まったわけじゃないですよ。赤羽島のことを知っている人が、ここにいるって、それだけじゃないですか。そうだね。戦いなんてない方がいいに決まってるしね。二人とも、いい？多分相手は、この門の奥で待っているはずよ。気を抜かないでね。はい。うん、わかった。なせばなるよね。ってことで。気を引き締めていこうね。私の清光。きっとこの先、何もなしでは終わらない。なんだか、そんな気がするんだ。